2011年11月、私はこの彼に出会いました。18歳、消防士の彼、京都から上京してきた。火の中、めっちゃ暑いし、息できないし、大変です。先輩に引っ張ってもらってやっとやれてる感じで、まだ全然ペーペーで、火から出てきたら命やっぱ大事にせなあかんなって思った。命を救う人からのこの言葉、心にぐっと入り込む。私の仕事は日々街に出て気になる人を探して、このカメラで撮影をして、その人のファッションとその人のファッションの奥側にある人生のストーリーを紡いでいくっていうのが仕事です。でそしてこのスタイルフロム東京というサイトがあるんですけども、そこで日々毎日アップデートしています。撮影自身はですね、このアンケート用紙を使ってやってるんですけども、何書いてもらっているかって言いますと、今着てるものだったりとか、好きなブランドだったりとか、今欲しいものだったりとか、そして将来やりたいこと、そういったものを書いてもらってます。今日この段階で、ちょうど見えますかね、4567人目になりました。世界のいろんなところで撮影はしてます。だけど私がベースにしているのは、原宿、東京のストリートファッションの中心地です。皆さんもご存知の通り、この場所ってちょっと特殊な場所です。モードだったりとか、ギャルだったりとか、ゴスロリだったりとか、プレッピーだったりとか、ヒッピーだったりとか、ロックだったりとか、いろんな種類のファッションがこの街には集まってきます。なんでこの街にはこんなに人が集まってくるのか。それはこの街にはヒエラルキーっていうものが存在しないからです。どっちがいいとか、どっちが悪いとか、優れているとか、そうでないとか、そういったことをこの街では判断しない。誰もが自分とは違うっていうそのことに対して指さしたりもしないし、干渉することがないんです。ファッションっていうフィルターを通してみると、この場所は世界で一番平等な場所だと思います。またもう一つ、この原宿っていう場所は、世界から見て少し独立しているなっていうのを感じます。インターネットが出てきて、ニューヨークだったりミラノだったりとかロンドンとかパリ、世界のコレクションの情報っていうのは世界中に一斉送信されることになりました。もう、トレンドにおける、情報差において地域差だったりとか時差っていうのはなくなってきているっていうのはこの時代です。ブランドさんだったりとかメゾンさんたちによるトップダウンの情報が瞬時にシェアされるのがこの時代。私もコレクションの最中に、このカメラだけ持って撮影しに行くんですけども、最初はすっごい面白いんです。もうアドレナリンがすごく出るから3日くらい寝なくても全然大丈夫なくらいずっと撮影してられる。トレンドの最先端のその中にいるっていうところもあるのですごく新鮮なんです。だけど何日か撮影を続けていく中で急にその新鮮味が減速していく、すごい速い勢いで。それは誰もが同じ最新ファッションを同じ場所で同じ方向性を見てやっちゃってるから、結局みんな一緒なんです。すごい素敵だし完成度もすごい高いんですけど、やっぱりもうちょっとお腹がいっぱいになっちゃうというか。コレクションシーズンを終えて私は街に帰ってきます、原宿に。そして本当に毎回感動するんです。それはこの場所にしかないトレンドっていうのが存在しているから。そしてそれを作っているっていうのが他の誰でもない自分たち自身だっていうこと。トレンドがトップダウンではなくてボトムアップの作られ方っていうんですかね、そういったものになっているっていうのにすごい感動します。原宿っていう街はファッションにおける純粋なガラパゴス諸島だとも言えます。スタイルフロム東京を始めて、この7月あと2ヶ月後なんですけれども、ようやく5年になります。この5年でいろんな世界を旅してきました。いろんな撮影をしました。いろんな人とファッションについて話をしてきました。その中で、私の中でファッションに対する考え方だったりとか個性っていうものに対する考え方が変わってきました。
いわゆる個性、他の人とは違っていたいとか、隣の人と同じものは嫌だとか、いわゆる人との距離感を考えたりとか、他人との目を意識する中で個性っていうのは作られていくわけなんですけども、つまり他の人と自分をどう違うかを見せていくことによって、違いを際立たせることによって自分自身を輪郭化する、そういったものが個性になっているかと思います。で、ファッションを考えた場合、じゃあ切っても切り離せないっていうのがその個性における他人の目だったりとか人の目だったりとか、距離感っていうのになっています。ファッションを、苦手だったりとか、もしくはちょっと反りに合わないとか興味がない、そう思っている人にとってはきっとこの四六時中人の目ばっかり気にしなきゃいけないとか、他人との距離ばっかり測ってなきゃいけない、そういった息苦しさだったりとか、面倒くささがそれを引き起こしているんじゃないかなっていうのも感じています。で、実はこれファッションのファーストステップなんです。ファッションを追求していけば追求していけば追求していくほど比較対象っていうのは変わってくるんですね。じゃあその新しい比較対象っていうのは誰なのかって言いますと、他でもない自分自身なんです。昨日の自分とは同じ自分でいたくない、今の自分よりももっと先に行きたい、一旦自分を見つめ直してさらに進化しブラッシュアップしたいっていう、そういったマインドにファッションっていうのは次第次第にシフトチェンジしていくんですね。つまりファッションっていうのは自分自身の向上心を磨き上げ培うものになっているんです。今個性っていうものを再定義したいと思います。個性っていうのは他人との距離の中で培われていくものではなくて、自分自身を深めていくその工程の中で作られていくもの。そしてファッションは外面を飾るだけのものではなくて、自分自身を見つめ直してさらによくありたいという向上心を培うものである。つまり自分自身の内側を作り上げ磨き上げるものになっているんです。東京原宿ストリート、もしあなたが何かチャレンジしたいと思った時、それは別にファッションに限ったことではなくて、例えば、起業がしてみたいとか、ちょっと気になる人がいて告白したいなとか、でもその勇気が出ないなって思った時は、ぜひこの街に来てみてください。この街にはファッションっていうツールを使って向上心を磨き続けているっていうことを楽しんでいる人たちであふれています。第三者の目から自由になって自分自身を掘り下げていくことを楽しんでいる人たち、そんな姿を見たらきっとあなたの向上心にも火をつけられるはずです。私もきっとこの街のどこかでこのカメラ片手に街でテクテクしていると思います。いつかの近い将来にあなたとこの街へ出会えるのを楽しみにしています。もし声をかけたその時はぜひぜひ撮らせてくださいね。ありがとうございました。